マンドを作りたい。ご存知の通り、マインクラフトにはほんまぎょうさんコマンドあるやん。ほんと、覚えられないくらいには。でもさ、これ微妙にかいいところに手が届かへんのも事実。ああ、わかるかも。コマンド触れば触るほど、こんなコマンドがあればいいのにって思うことあるよね。で、一般的には、そんなのを、ファンクションとかコマンドの組み合わせとかで無理やり実装するところやけど、実は、こんなコマンドって、自作できるのってあんまり知られてへんよな。確かに。界隈の人以外はね。ってことで、この動画では、コマンドを自作する方法をいくつかまとめてみよう。って趣旨。そういえばコマンド自作する方法ってどんなのがあったっけ？パッと上げると、こんな感じ。まだまだあるかもしれへんけど、ここら、辺の方法が王道かもな。で、基本的に、コマンドの自作には、スクリプト API といって、JavaScript でゲームシステムをいじる機能が必要になるから、その部分の解説を含めた、こんな構成でお届けします。要は、コマンド自作の総集編ってことね。で、まず解説に入る前に、そもそも、自作のコマンドってなんなんっていう疑問が払拭されへんと、モチベーションもわかんと思うから、まずは完成品を見せるわ。一目でわかる例が、こちら。テスト。確かにカスタムコマンドだね。あとは、こんな感じのチャット欄に、指定の語句があれば何かを実行するようなシンプルなやつとか、後半部分では、日本語で何らかのコマンドを実行するような例もやっていくで。さて、概要の解説は、これくらいにして、まずは、この動画の核となるスクリプト API について話すわ。まずは必要なものがいくつかあるから、これをインストールしよう。詳細は概要欄を見てね。なんかソフトの一覧にマインクラフトが入ってるんだけど、このチャンネルの視聴者の大多数は持ってると思うから解説は省くわ。次のブスコーズは、プログラミングに特化したテキストエディタで、必須ではないけどあった方が断然楽やで。概要欄に貼ってあるリンクからダウンロードできるで。ゲーム制作で使ったやつだ。汎用性が高いよな。最後に Node.js。これはあんまり聞かないな。本来 JavaScript っていう言語は、ウェブページ上で動作するスクリプトなんやけど、これをパソコン上で使えるようにするのが Node.js の役割。これも概要欄からアクセス可能。ダウンロードボタンを押して、MSI ファイルをダブルクリックして実行すれば完了。今回解説する工程では Node.js は必須やで。これがダウンロードできたら次に進もう。まずはいつも通り COM も Django フォルダを開こう。実はこの場所、例の 1.21.120 のアップデートで変更になってるから気ぃつけてな。結構多くの方。せやな、迷いやすいから注意。開けたらデベロップメントベハビアパックスを開こう。そしたら、右クリックしてフォルダを新規作成。フォルダの名前はお好みで。今回はテストとしたで。そしたら、これを開いて、マニフェスト図数を作ろう。右クリックして、新規作成からテキストドキュメントを選択。するとテキストファイルが作成されるから、これを改名して、マニフェスト図数としよう。聞いたことあるな。これは、アドオンの要項を記述する、必須のファイルだから。本チャンネルでも何回か取り上げてるで。これをブスコーズで開いて、編集しよう。内容は、このサイトに書いてある通りで、コピー&ペーストすれば OK。何点か補足すると、ここで、アドオンの名前と説明を定義しているので、アレンジはお好みで、これが、そのまま表示名になるで。このウイドはアドオン固有の文字列。これはそのまま使うというよりも、ウイドジェネレーターとかを使って生成、変更するのがええかもな。そのまま使うとどうなるの？このアドオン自体は動くんやけど、配布するときにちょっと面倒なことになるな。最後にマインクラフトサーバーのバージョンについて。動画作成時点で有効なバージョンはこんな感じで、基本的に
最新のバージョンになればなるほど、いろんな機能が使えるようになるんやけど、ベータ版は挙動が安定しないから、使用には注意が必要やな。それが完了したら、フォルダを新規作成して、スクリプツと改名しよう。確か、ここにスクリプトを書いていくんだっけ？せやな、スクリプツフォルダを開いて、新規作成からテキストドキュメントを選んで、これをメイン JS に改名しよう。これをブス構図で開いたら、上のメニュー欄からターミナル、ニューターミナルの順に選択。するとターミナルが開くので、まずはこのアドオンがあるフォルダに移動しよう。続いて npm コマンドでマインクラフトのモジュールをインストール。こんな感じになれば成功。ちなみに、この一連の操作はコマンドプロンプトでもできるで。もはや、マイクラの動画とは思えない。ちょっと専門的すぎたな。でも、事前準備はこれで終わり。あとは、メイン JS に何かスクリプトを書いていこう。スクリプトの内容については、前回の動画でお話ししているので、この動画では割愛。こんな感じで、簡単にスクリプトが書けたら保存して、アドオンの有効化を行ってからゲームをロードすると、無事、メッセージ欄がハローで埋め尽くされるで。マニフェストズスンのバージョンについてなんやけど、ここをベータ版にすると最新の機能。例えば、自作のコマンドの制作なんかができるようになるんやけど、その場合は、ベータ API をオンにする必要があるから注意な。以上が、大まかなスクリプト API の全体像。続いて、この環境構築に基づいて、チャット検知をやってみるで。で、ここが重要やねんけど、今回、チャット欄の監視を行うにあたって、ここがベータ版じゃないと動かへんのよ。最新機能なんだ。せやで。で、ここのバージョンは頻繁に変わるから、公式のリファレンスでバージョンを確認してね。1.21.120 以降は単にベータと指定することもできるで。あと、ベータ版を使う場合はワールド起動時にベータ API をオンにする必要があるのも注意。忘れそうだ。5でもう一回話すで。それが完了したら、フォルダを新規作成して、スクリプツという名前のフォルダを作るで。これを開いて、テキストファイルを新規作成。メイン JS とするで。これを開いて、スクリプトを書いていこう。ようやくコマンドが作れるのね。せやな。大まかな流れはこんな感じで。何らかのメッセージが送信された時に、それを検知して、処理につなげていくという流れやな。まずは、簡単な例を書いていくで。まずは、いつも通り、モジュールの呼び出しから。これで、マイクラの世界に干渉できるようになるで。続いて、チャットが送信された時に発火する関数を定義。茶筅度なんてあるんだ。これで、チャットの送信を監視できんねん。便利やからめっちゃ使うで。サブスクライブで関数の実行を予約したら、この関数の名前を EV とするで。EV、メッセージでメッセージの内容を取得して、もしこのメッセージが kill all だったら、このメッセージの送信者 EV、send R の下で、run、コマンド関数でコマンドを実行。これを保存して、さっき言ったように、ベータ API をオンにしたら、ゲーム内でこのコマンドが使えるようになるはずやで。実際に使ってみよう。あ、モブが倒された。こんな感じでちゃんと機能するな。さっき書いたスクリプトは、ウプ主のサイトにもあるから、コピー&ペーストするのが早いで。ここでは、run コマンド関数を使って処理を行ったけど、send、メッセージ関数を使ってメッセージを送信することもできるで。これを実行すると、こんな感じでメッセージが返ってくるで。やまびこ山みたい。
それ以外にも前回紹介したやり方で UI を出すとか、いろんなスクリプトが考えられるな。面白そう。みんなもオリジナルのコマンドを作ってみよう。で、普通のブログとか動画はここで終わるところやけど、ここで終わらないのが当チャンネル。普通のコマンドだとこんな感じでオプションの設定、いわゆる引数をつけられるんやけど、オリジナルのコマンドにもこれを実装してみようという話。なるほど。説明に入る前に前提知識から。例えば、こんな感じに文章があったとするやん。文、章。オレンジのところに文字が入って、白は空白。なるほど。で、こんな文章について、JavaScript に標準搭載されてるスプリット関数を使って、空白で分割すると、こんな感じになんねん。それぞれの文字に番号が振られるのか。せやで、そして、それぞれを配列に格納。これは、空白に限らず、いろんな文字で分割できて、この文章を点で分割すると、こんな感じになるな。このスプリット関数を使うと、引数を取得できて、その例はこんな感じ。これは何？足し算を行うアッドコマンドを実装する例。実際に使ってみるで。引数の数字を2つ入力すると。あ、足し算ができてる。もちろん、他の数字でも。これも大丈夫そう。小数の足し算も OK。ということでこれの解説を。1項目はさっきと変わらないね。せやな。だけど、2行目はスターツイズが使われてるな。ほんとだ。これは何？これは文字列が指定の語句から始まっているかどうかを判定する JavaScript の標準ライブラリの関数。今回はメッセージが add から始まっている時に true を返すで。3行目ではさっき話したスプリット関数を使って空白でメッセージを分割して配列に格納。4行目で足し算を行うという流れやな。このあたりの詳しい流れはウプ主のサイトにも書いてるで。そしてこれを応用すると引数を無限に増やすことができんねん。すご。実際に使ってみるで。今回はこんな感じで5つの引数を置いてみよう。あ、合計が出た。こんな感じで引数の数に関わらずコマンドを実行することができんねん。さっきと違うのは引数の処理でfor踏みを使ってるところやな。このレングスで配列の要素の数を取得してるで。なるほど。面白いね。みんなもカスタマイズして遊んでみてね。で、さらに応用するとこんな感じでコマンドの中で任意のコマンドを実行できるんよ。どういうこと？エグゼキュートコマンドをイメージするとわかりやすいかも。なるほど。これはウェイトコマンドといってコマンドの実行を遅らせるコマンドやねん。試しにこれを使ってみるで。こんな感じのコマンドを実行するとちょっと遅れてメインのコマンドが発動すんねん。これは任意のコマンドについて有効でgiveコマンドを遅延させることもできるな。ここでは実行が60ティック、3秒遅れるで。すごい。今回の場合、空白で分割するのはあかんのよ。というと、giveコマンドの中にも空白があるやろ。ああ、ウェイト、コマンドの引数とgiveコマンドの引数を区別しなきゃいけないのか。せやな。今回はこういう感じで分割したいからfor踏みでコマンド部分の文字列を合体してるで。なるほど。ここまでいろいろコマンドの作成方法について話したけどチャット欄に依存する以上コマンドブロックを使った実行の自動化が難しいんだよね。確かに
この問題の解決策はおよそ2種類あって、続いて、そのうちの一つの方法について話すわ。前回は、チャット欄を監視してコマンドを自作したけど、それやとコマンドブロックが使えへんから、自動化が難しいんよ。せやけど、今回解説する方法はチャット欄に依存せえへんから、コマンドブロックが使えるというメリットがあんねん。なるほど。で、その方法なんやけど、タイトルにも書いてあるし、なんならここにもあるよ。せやな、鍵を握るのがこのスクリプトイベントコマンド。でも、そんなのあったっけ？それがあんねん。こんな感じでヘルプにも出てくるんやけど、影が薄いのか、あまり知られてへんみたいやな。だって、説明見てもよくわかんないこと書いてあるし、せめて、コマンドを自作できますとか書かれていればいいのに。その辺わかりづらいのはあるよな。まずは、このコマンドが、どういうものなのかを話すわ。お願いします。そもそも、スクリプトイベントコマンドの構文はこんな感じ。最初に、コマンド名であるスクリプトイベントを置いて、その後に ID を、そして最後にメッセージを書くで。この ID って何？あらかじめ決まってるの？いや、自分で決められんねん。どういうこと？この ID だったらこういう処理をするっていうのをあらかじめ自分で決めんねん。百聞は一見にしかず、やな。実際にコマンドを使ってみるで。今回は、あらかじめ、kill all という ID を入力すると、kill コマンドが発動するようにしてるで。そして、このコマンドを実行すると、モブが倒されたね。こんな感じで機能するわけやな。この ID の部分には名前空間が必要やから注意。これ、どうやって ID を定義するの？ここで必要になるのが、スクリプト API。このチャンネルでは何回か取り上げてるけど、プログラミングをして、ゲームのシステムをいじる機能やな。環境構築については、この動画とかあの動画とか、前回の動画とかウプ主のブログで詳しく説明してるから、そっちをご覧ください。いつも通りメイン JS にアクセスして、モジュールを呼び出したら、こんな感じでスクリプトを書いていくで。まずは、スクリプトイベントが発火したときにトリガーする関数を定義。関数の引数は EV とするで。EVID で送信されたスクリプトイベントの ID を取得して、もしこれが kill all やったら、スクリプトイベントの送信者 EV ソースエンティティの下で、run コマンド関数でコマンドを実行。これで完成。もうちょっとやりたいことがあんねんけど。とりあえず、このスクリプトの挙動を確認してみよう。スクリプトイベントコマンドを実行するで。ちゃんと動くね。次にコマンドブロックで動くか見てみるで。同じようにスクリプトイベントコマンドを入力。そして、コマンドを実行すると。kill all が効いてない。こんな感じでエラーが発生すんねん。スクリプトイベントはコマンドブロックでも使えるんじゃないの？無条件で使えるわけとちゃうねん。考えてみれば当たり前のことで。今回、コマンドを実行したエンティティについて、run コマンド関数で処理を行ってるけど、ブロックはエンティティとちゃうから、エラーが発生するわけやな。スクリプトがコマンドブロックに対応してないのか。せやな。じゃあ、どうすればいいの？実行者を場合、分けして、それぞれについて処理を行っていくで。EV、ソースタイプでコマンドの実行元を取得して、それがエンティティだったら普通に処理を実行。そうでなくて実行元がブロックやった場合、EV、ソースブロックで実行元のブロックを取得して、そのブロックのディメンション内でランコマンドを実行。回りくどいね。しゃーなしやな。実際に動かしてみるで。
コマンドブロックを起動すると、モブが倒されてる。エラーも発生してへんな。で、これを応用すると、足し算コマンドが作れんねん。足し算。実際に使ってみるで。今回は、ID として@を入力。そして、次のメッセージ欄に、足し算する数字を入力。今回は、小数の入った2つの数字を足し算するで。そして、コマンドを実行すると、結果が出てるね。こんな感じで機能するわけやな。さっきと違うのは、この EV メッセージで、メッセージ部分の文字を取得してるとこやな。ほんとだ。これを、スプリット関数を使って空白で分割して、それらの数字を使って足し算をしてるで。後半部分は、さっきとあまり変わらへんのやけど、このあたりの流れだけちょっとちゃうな。ほんとだ。どういうこと？鮮度、メッセージ関数は、クラスがプレイヤーじゃないと使えへんから、そのブロックがあるディメンションにいるプレイヤーを取得して、各プレイヤーについてメッセージ送信してんねん。へえ。こんな感じで、スクリプトイベントを使えば、コマンドを自作できんねん。結構、面白いね。せやろ、これを使えば、自由度がかなり上がると思うわ。コマンドブロックが使えるのもええよな。で、これとは、別にコマンドそのものを自作する方法もあるから、そっちも解説するわ。できることなら、こんな感じで、直接実行するタイプのオリジナルコマンド、作りたいやんか。ああ、まあ確かにね。でも、そんなの聞いたことないよ。それができんねん。これ見てほしいんやけど。アップデートせやで。この前の 1.21.80 のアップデで、カスタムコマンドが追加されてんねん。カスタムコマンド？文字通り、自分で、オリジナルのコマンドを作れるシステムやな。楽しそうやろ？それすごいじゃん。でも、なんで、誰も何も言わないんだろう？まあ、アップデートのテクニカル、アップダテスの部分なんて、普通の人は注目せえへんからな。確かに、統合版スーパーフラットのインパクトが強すぎて。ただ、スクリプト API 触っている人の中では、ある程度知れ渡っているのか、コードのアドオンとかだと、カスタムコマンドは少し見かけるかな。早速、オリジナルのコマンド作っていくわ。まずは、今回やりたいことを見せるわ。こんな感じで、LQ、テストという自作のコマンドを定義して、それを実行したら、こんな感じでメッセージを表示するっていう簡単なコマンドを作っていくわ。スラッシュから始まる普通のコマンドを作るんだね。せやな、その辺がスクリプトイベントとはちゃうところやし。びっくりマークから始まる疑似コマンドとも当然一線を画すところやな。正真正銘のオリジナルコマンドだ。そういうこと。で、カスタムコマンドを使うのにあたって必要なものがいくつかあるんやけど、まずは、当然やけど、スクリプト API の環境。まあ、スクリプト書いて定義するんだから当然だよね。で、ちょっと気をつけておく点として、従来は、このカスタムコマンド、ベータ版の機能やったんよ。元動画もベータ版として解説してたよね。それが、1.21.120 のアップデートで正式版として実装されるようになったから、カスタムコマンドの定義に、データ API とかは特に不要。それは大きいね。ということで、まずは、スクリプト API の環境を整えよう。それが準備できたら、アドオンのフォルダ内にスクリプツフォルダを作って、その中にメイン JS を作ってテキストエディタで開こう。そしたら、ここにコードを記述。まずはいつも通り、イムポールト文でマイクラのモジュールを呼び出して、それを変数サーバーとしよう。続いてカスタムコマンドを定義するスクリプトを記述。サーバーのシステムモジュールの before events startup クラスを使ってワールド初期時に発火する関数を定義。
この関数の引数を EV として、レジスター、コマンド関数でカスタムコマンドを登録。続いて、このカスタムコマンドの概要を定義していくわ。まずはネーム。言うまでもなく、このコマンドの名前やな。これって名前空間が必要なの？せやねん、名前空間、コマンド名の形で定義。公式リファレンスにさりげなく書いてるで。続いて、ディスクリプション。これもそのままの意味で、コマンドの説明文を定義。今回は、これはテスト用のコマンドですという説明にしておこう。コマンド名の右側に出てくるこの文章のこと。せやな。アドオンを配布する場合はあった方がええと思うわ。次に、パーミッションレベル。これは、いわゆるコマンドの権限レベルの設定やな。コマンドパーミッションレベルクラスを設定することになってて、有効なのはこんな感じ。今回は、誰でも使えるanyを設定しておこう。マンダトリーパラメータールスとオプシオナルパラメータールスは後で話すわ。続いて、このカスタムコマンドがゲーム内で実行された時に何が起きるかを定義していこう。コマンドの実行起点であるオリジンと、これは後で話すんやけど ARG を引数にとって発火する関数を定義。試しに実行したエンティティを起点にsendメッセージ関数でテスト用文章というメッセージを表示してみよう。これが終わったら、あとはゲーム内で挙動を確認するだけやな。マイクラを起動してこのアドオンを有効化しよう。ということで、ゲーム内でさっき定義したコマンドを入力してみると、ちゃんとコマンド一覧に登録されてる。説明文も OK やな。そして、これを実行すると、メッセージが出てるね。こんな感じで、ちゃんとスクリプトが動いてることがわかるな。これって、メッセージの表示以外にも、コマンドの実行とかできるのかな？試してみよっか。ソースエンティティの下で、run、コマンド関数でコマンドを実行してみよう。この状態で、さっきと同じように、LQ、テストを実行。なんかエラーが出てるよ。実は、run コマンド関数、before events property と一緒には使えへんのよ。そうなんだ。ちょっと不便。どうしても使いたい場合、run チメアウト関数を使って、意図的に関数の実行を遅延させるっていう例があるな。実際にスクリプトを書くとしたら、こんな感じ。この関数、遅延させるティック数を引数に取る必要があるから、何らかの数値を指定しよう。これでコマンドを実行させると。コマンドが実行されてる。一応、こんな感じで使う方法は、あるにはある、っていう感じやな。でも、それ、ファンクションとどう違うの？ファンクションは、あらかじめ定義しておいた一連のコマンド群を順々に実行するっていう処理過程しか取らないけど、今回使ったカスタムコマンドは、スクリプト API を介したプログラミング機構を持ってるから、条件分岐とか繰り返し、処理がだいぶやりやすいっていう利点があるな。確かに。似てるようで全然違うんだ。単純な処理はファンクションに任せて、複雑なことがやりたいならカスタムコマンドを使うのがええかもしれへん。最後に、引数について。そういえば、このコマンドに引数ってなかったね。そう、今回定義したのは、LQ、テストで完結する簡単なコマンドやったけど、これも設定できたら、だいぶ自由度が上がると思うわ。で、この引数の鍵を握るのが、さっきスルーしたマンダトリーパラメータールスとオプシオナルパラメータールス。楽しそう。あと、さっき使わなかった関数の引数 ARG も引数の設定になると関わってくる感じやな。次は、このあたりの説明をしていくわ。まずは、今回やりたいことを見せるわ。前回追加したオリジナルのコマンドに、適当な文字列を追加すると、
その入力に合った文字が出力されるっていう仕組みを作っていくわ。それが引数になるんだ。そういうことやな。で、そもそも引数って何？ちゅう話なんやけど。あれでしょ？コマンドの後ろにつくやつ。マイクラ上やとそうなんやけど、より一般的に説明するなら、コマンドや関数を実行する際に、それに与える値のことやな。で、カスタムコマンドにそれを実装して、よりコマンドの自由度を上げようっていうのがこの動画の趣旨。さて、スクリプトなんやけど、前回軽く説明した通り、マンダトリーパラメータールスは必須となる引数の設定で、オプシオナルパラメータールスは任意の引数の設定。どっちもリスト形式で指定することになっとるな。つまり、上のやつはないとエラーを吐くけど、下のやつはなくてもいいってこと。そういうことやな。まずは、必須となる引数から設定していくわ。引数の設定にあたって必要となる要素は、ネームとタイプの2つ。この2つの要素を持ったオブジェクト型を中括弧を用いて記述しよう。ネームの部分は、この引数の名前。適当な文字列で OK。名前空間もいらないんだ。続いて、タイプは、サーバーモジュールのカスタムコマンドパラムタイプを指定することになっとるから注意しよう。有効な引数のタイプはこんな感じ。そして、よく使う引数のタイプと、その意味、例を表にするとこんな感じ。結構いろいろあるんだね。もちろんこれ以外にもあって、詳しいことは、公式のリファレンスにも書いてあるから見てみるとええかもな。今回は、簡単な例として、ストリング、つまり、文字列を、引数のタイプとするわ。これで設定は終わりかな。このカスタムコマンドが受け入れる引数の設定はそう。あともう一つやることがあって、この引数をもとに、何を実行するかっていうのを改めて定義する必要があんねん。その鍵を握るのが、前回スルーした、この変数 ARG。ああ、定義するだけしておいて、一切使ってなかったからなんでだろうって思ってた。ってことで、今回は、簡単な例として、この引数を受け入れて、その引数をそのまま表示するプログラムを書いていこう。とは言っても、特に難しいことはなくて、この ARG に、引数の情報が含まれているから、それを、センドメッセージで表示するだけやな。このストリングっていう関数は、これは、ある型の変数を、強制的に文字列型に変換する関数。センド、メッセージ関数は文字列型しか受け入れへんから、一応書いてるって感じ。この型っていう概念が、後々重要になるから、覚えておくとええかも。ってことで、これを保存して、ゲーム内での挙動を見てみよう。チャット欄を開いて、前回定義したコマンドに、新しく、文字列を引数として挿入してみよう。なんかコマンドの説明部分も、引数の存在が前提となってるね。せやねん、これは後で話すんやけど、このコマンドはどうやって使うのかっていうのが、一目で明確になるのが、このカスタムコマンドのところやと思うわ。で、これを実行すると、引数が表示されてる。ちゃんと、引数の設定ができることが確認できるな。次に、オプシオナルパラメータールス、つまり、任意の引数の設定もやってみよう。引数の設定の方法は、さっきと同じかな。せやな、ネームとタイプの両方が必要。さっきと違う名前にしとくと、区別がついてわかりやすいかもしれへん。二つ目の引数のタイプは、さっきとちゃうロケーション、つまり座標にしてみよう。ああ、フィルコマンドとかで見るチルダチルダチルダみたいなやつか。同じように、この引数を受け取って何が実行されるかを定義していくんやけど、複数の引数を設定するときは、レジスター、コマンド側の引数を増やさなあかんねん。あ、そうやって定義するんだ。変数 ARG はすでに使われてるから、ここでは ARG2 を
2つ目の引数を格納する変数として新たに定義しよう。そんで、同じように、座標の情報を含む ARG2 を使った処理を行っていこう。座標の X 座標を取得して、それを出力する例はこんな感じ。Y 座標や Z 座標も同じ。ちなみに、これ自体は数値型やから、ストリング関数がないとエラーを吐くで。ゲーム内で挙動を確認してみよう。まずは、一つ目の引数、文字列を入力して、その次に、任意の引数、座標を入力。あ、数字が出力されてる。これが、現在の X 座標に相当するな。ただ、このままやと小数点の入った数字で使いづらいと思うから、多くの場合、まず、フロア関数で処理をした方がええと思うわ。あと、プレイヤーセレクト OR で、ターゲットセレクターを引数に取れんねんけど、この場合、ARG には、オブジェクト型が入って、ストリング型しか受け付けへんセンドメッセージとは相性が悪いから。そういう場合、JSON、ストリング IFI で、無理やり、オブジェクト型をストリング型に変換できるっていうのは覚えとくとええかも。あ、こんな感じで、中身を直接見れるんだね。これは、カスタムコマンドに限らず、スクリプト API 全般について言えることやな。というところで、引数の解説はおしまい。さっき説明したように、カスタムコマンドの場合、入力時にヒントが表示されるから、プレイヤーに優しいっていうメリットがあるし。これが、スクリプトイベントや疑似コマンドにはない、唯一、無二の魅力となってる面があるな。元来ベータ版として運用されてきたけど、これが、正式版として気楽に使えるようになったのも追い風やと思うわ。このカスタムコマンドだけどさ、名前空間が必要なんだよね。でさ、巷のすごいアドオン見てるとさ、カスタムコマンドは、コマンドでも、こんな感じで名前空間ないやつ見るんだよ。ああ、たまにあるよな。これさ、どうやって作ってるのかお姉ちゃん知ってる？ああ、これ、意外と解説されない事項だから、ちょっと、これを機にスクリプト解説するわ。あ、お姉ちゃん知ってるんだ。お願いします。まずは何をやりたいのかってことを話すわ。こんな感じでコマンド一覧を開くと、名前空間がない、単なるテストというコマンドがあるのがわかる？ああ、あるね。こういうのが欲しい。これこそ、今回追加していくコマンド。そして、これを実行すると、こんな感じで、何らかのアクションを起こす、という一連の流れまでを実装するわ。ということで、早速スクリプトを書いていくわ。名前空間がないとは言っても、基本的な部分は、普通のカスタムコマンドと一緒。まずは、イムポールト文を普通に定義して、システム、before イベントのスタートアップを用いて、ワールド起動時にカスタムコマンドを登録する処理を記述。で、後々のことを考えて、ちょっと書き方を変えるんやけど、まずは登録したいコマンドについて仮で良いので名前空間を定義。どういうこと？名前空間はないんじゃないの？この事情については後で話すわ。で、続いて登録したいコマンドの名前を定義。これはテストとか適当な文字列にしておこう。さらに、この登録するコマンドについて説明文を宣言。これはそのままコマンドの入力画面で表示される文言になるで。でも、今回はこれらをコマンドの登録する過程で決めるんじゃなくて、先に点数で置いちゃうんだね。実は、これが名前空間なしのコマンドとちょっと関わってくんねん。さて、これらの宣言が終わったら、続いて、同じようにコマンドを実行した時に発火する関数もあらかじめ定義しておこう。ここでは、このコマンドの関数をコマンドコールバックとでもして、引数にオリジンを設定。このコマンドの実行者をさっき決めた引数、オリジン、ソースエンティティを用いて取得。このエンティティが存在しないことも考慮して、一応 if 文を挟んでおこう。ああ、コマンドブロックで実行することもあるもんね。それが終わったら、適当に、そのエンティティについてコマンドを実行する感じでええかな。テストとでもしておこう。シンプル。さて、
これで発火する関数の定義は終わり。最後にこれらを結びつけて、カスタムコマンドの登録処理をやっていこう。そうそう。どうやって名前空間なくすんだろう。普通にやるとエラーになるし。まずは、普通にカスタムコマンドを登録する処理を記述。これはこの前やったのとほとんど変わらへんな。このカスタムコマンドの名前についてだけど、まずは、普通にさっき決めた名前空間ごと定義してしまおう。ああ、結局名前空間入ったコマンドは作るんだ。せやな、名前空間は後ほどなくしていくで。ディスクリプションもさっき決めた定数をそのまま代入。パーミッションレベル、つまり権限もお好みで。今回は、これは本題ではないので、簡単に使えるようanyに設定。引数も特にかな。で、これが終わったら実行時に発火する関数を定義。これはさっき記述したので、それを入れよう。一応、それっぽいスクリプトはできたけど、これは前回のスクリプトの書き方変えただけで本質的には一緒だよね。どうやって名前空間なくすの？実は、これと同じようなスクリプトをもう一個書けばええねん。どういうこと？でも、ただ書くと言ってもな、今度は名前空間なしで登録。つまり、ネームの部分はコマンドネームだけ。ディスクリプション以下は同様。つまり2つ書くということ。せやな、こうやって書くことで、1つ目は、コマンドの正式版として、そして、2つ目は、そのコマンドの短縮版として認識されんねん。で、このように書く意図があるからこそ、最初に、コマンドの名前とか説明とか、複数回書くことが予想される部分は定数にしたってこと。以上で、スクリプトの全文は終了。ちなみに、このスクリプトについては、概要欄のリンクからコピペできるから参考にしてみてね。で、実際にこれを書いてゲームを実行すると、こんな感じで名前空間がない、シンプルなテストというコマンドが登録されてることがわかる？ああ、あるね。そしてよく見ると、下にも名前空間付きのやつがある。せやな、つまり、名前空間なしのコマンドを登録しようとした場合、必然的に名前空間付きのものもできてしまうって感じやな。まあ実用上は、どっちか好きな方実行すればええんやし、あんまり問題ないと思うわ。で、これを実行した時の結果は冒頭の通り。ちゃんとコマンドが登録されて実行されることがわかるな。名前空間がないコマンドを作れると、アドオン使う方もだいぶ使いやすくなるし、洗練された印象があるから。ぜひ一度作ってみるとええかもしれへんな。これできると、だいぶ上級者って感じするよね。そして、以上がカスタムコマンドに関する概要。スクリプト API でサポートされているオリジナルコマンドのシステムというのは、だいたいこれくらいで、次は、外部のライブラリに依存したカスタムコマンドのやり方についても話すわ。というと、その代表的な例は、冒頭で見せたような日本語でコマンドを実行するようなシステムの構築。こういうのはスクリプト API だけじゃダメで、外部のライブラリを使わなあかんのやけど、そのための知識を話す必要があるから、次にその話をするわ。楽しそう。日本語でのコマンド実行だけど、口述する通り、マイクラが公式にサポートしてるわけじゃないから。現実的には、AI を呼び出して、文脈に応じた処理を自動実行する必要があるわけ。ということで、マイクラ内に AI を呼び出さないと始まらへんから、先に AI を呼び出すシステムを構築しよう。先に挙動を見せるわ。メッセージ欄に、こんな感じでメッセージを送信すると、AI からの返答が返ってくるっていう感じやな。すごい。もちろん、簡単な挨拶だけじゃなくて、エンドラを討伐したいと入力すると、ちゃんとしたアドバイスが返ってくるし、クリーパーに拠点を爆破されたという愚痴にも、いい感じのアドバイスが返ってくるで、コマンドブロックが欲しいと入力すると、こんな感じで入力するべきコマンドを教えてくれんねん。有能じゃん。ここら、辺は、さすが AI って感じやな。当然、あなたは誰？みたいななんでもない質問にも、ちゃんとした回答が返ってくるで、頼りになるサポーターって感じだね。サバイバルは、
もちろんクリエイティブでも役立つし、何より話し相手として機能するのは強いよな。これって最近流行りのチャット GPT なのかな？せやで、チャット GPT をそのままマインクラフトに持ってきた感じやな。今回は、この AI チャットボットの作り方を解説するで。いつものようにスクリプト API を使うのかな？本当はそれがええんやけど、今回はちょっと問題があんねん。問題？スクリプト API だと普通、イムポールトでマイクラのモジュールを持ってくるんやけど、今回みたいな完全に外部のモジュールをイムポールとするのはできへんのよ。つまり、スクリプト API は使えへんってわけ。じゃあ無理ってこと？さっき実際にできたやろ。じゃあ、どうやるんだろう？結論から言うと、これはアドオンじゃなくて、WebSocket サーバーという仕組みを使ってんねん。どういうこと？今回は、マインクラフトとサーバーとの間で、リアルタイムで常時情報のやり取りをしている感じやな。具体的には、チャット欄に文字が送信された時に、その情報をサーバーに送った上で、サーバー側で AI の返答を用意してそれを返すという仕組み。まずは、このサーバーの部分を作っていこう。まず必要なものはこんな感じ。何らかのテキストエディタと Node.js を前提に解説するで。Node.js っているの？今回は JavaScript でサーバーを構築していくから必須やけど、当然 Python とか C とか他の言語で構築する場合は不要やな。概要欄にそれぞれのリンクがあるで。まずは適当な作業フォルダを作って、それを開こう。これは何でもいいの？せやで、自分でわかりやすいパスやとええかもな。このフォルダ内で右クリックしてファイルを作成しよう。名前は何でもええんやけど、今回はメイン JS とするで。これを開いたらファイルメニューを選択して、中にあるオープンフォルダーを選択。この作業フォルダを選択しよう。次にターミナルからニューターミナルを選択して、ターミナルを表示しよう。そして、ここに npm init と入力。いろいろ出てくるけど、全部エンターで OK。ちなみに、この処理には Node.js がいるから注意な。続いて npm install ws uid と入力。これはどういう意味？今回必要になる2つのモジュールをインストールするコマンドやねん。これが完了したら、いろいろファイルが生成されるで。これを確認したら、早速スクリプトを書いていこう。どんなスクリプトを書くの？まずはサーバーを構築して、マイクラとの更新を可能にするで。まずはさっきインストールした2つのモジュールを読み込み、WebSocket サーバーを作っていこう。定数を頭文字から取って WSS として、ポート番号を定義。次にサーバーへ接続した時に発火する関数を定義しよう。引数をソケットとして、接続成功時にメッセージを送信。これで無事接続できたかどうかわかるわけやな。これって実際に動くのかな？じゃあ、ちょっとやってみようか。その前に一つやることがあって、コマンドプロンプトを起動してこんなコマンドを入力しよう。何？この暗号。これで、マイクラがローカルホストと接続できるようになんねん。マイクラを起動して、適当にワールドを作成。今回はコマンドを使うから、チートはオンにしよう。ブスコーズ側で F5 キーを押して、Node.js を選択しよう。そして、この緑のマークを押すと、このスクリプトを実行できるで。ワールドの起動が完了したら、チャット欄を開いて、コネクトコマンドを使ってさっき作ったサーバーと接続。ポート番号はさっき設定したものと同じにしよう。なんか出てきたよ。ちゃんと接続できたことがわかるな。サーバー側の表示も OK。
今回は、プレイヤーのチャット欄を監視するわけやけど、このイベントをあらかじめサブスクライブしてマイクラ側に送信しよう。送信する時のフォーマットは決まってるから、この通りに書いていこう。メッセージタイプはコマンドリクエスト。メッセージパーパスはサブスクライブとしよう。そして、この図素のオブジェクトをセンド関数で送信。続いて、プレイヤーがメッセージを送信した時に発火する関数を定義。ローデータとイスビナリーを引数として。まずは、図寸形式で送られてきたローデータを変換。これを定数データに格納しよう。続いてコマンドとして出力するためのオブジェクトを定義。このフォーマットも大体決まってるから、その通りに記述。これで、コマンドの実行をマイクラ側に指示することができんねん。結構大事だ。せやねん。具体的なコマンドの内容は、こんな感じで記述しよう。今回は、テストとして、sayコマンドで試してみるで。最後のこのオブジェクトを、図寸形式に変換して、send、関数を使ってマイクラ側に送信しよう。一旦、このスクリプトを動かして、試しに何かメッセージを送信すると、なんか出てきた。こんな感じで、sayコマンドが自動実行されるわけやな。続いて、今回のメイン、AI を呼び出す関数を作っていこう。まずは、非同期実行の関数、オープン AI を宣言。引数は、AI に送信するメッセージとしよう。続いて、チャット GPT を外部から呼び出すのに必要な API キーをここで設定。API キーは、このサイトで入手できるし、方法について検索すると、結構いろいろ出てくるで。ここに API キーを入力したら、フェチ関数を使って、チャット GPT からの返答を取得しよう。URL はこちら。続いて、この URL にリクエストを送信。内容はある程度決まってるから、この通りに書こう。一応補足すると、これは、呼び出すチャット GPT のモデル。GPT-4o がおすすめかな。そして、これは、システムとして送信するメッセージ。要は、あなたは、マイクラのアドバイザーですよ、と言ってるわけやな。これが、終わったら図寸形式で返答を取得して、メッセージのコンテント部分を抽出したものを取得し、最後にリターンして、この関数部分は終了。続いて、さっきの部分に戻って、マイクラで送信されたメッセージを取得。どんなメッセージに対しても、無条件で AI の返答が返ってきたら困るから。とりあえず、メッセージがハテナで終わるものに制限して、さっき作った関数を呼び出し、これが非同期実行であることを考慮して、AI の返答、レスポンスを引数として発火する関数を定義。とりあえず、この返答をコントロールに表示してみよう。他の部分も、if 踏みの中に入れてしまおう。そして、マイクラでメッセージを送信すると、コンソールに返答が表示されてる。あとは、これをマイクラ内で表示するだけやな。今回は、テルローコマンドで表示していくんやけど、長すぎる文章は表示できへんみたいやから、点や開業で分割して、それぞれについて表示していくわ。なるほど。今やってるのは、AI の返答を分割するところやな。for、踏みを使って、それぞれについてテルローを実行していこう。ちなみに、メッセージの送信者は、ボディ、センドアーで取得できるで。実際に、マイクラでメッセージを送信すると、ちゃんと返答が表示されてる。もちろん、他の文章でも OK。これ、実際に動くと結構楽しいので、みんなもやってみてね。これってアドオンじゃないんだよね。せやねん。だけどアドオンじゃないからこそ、本来できなかったことができるようになるという点で、
かなり自由度が上がんねん。WebSocket サーバー、みんなも触ってみてね。そして、この方法を用いて、実際に日本語でコマンドを実行できるシステムを作っていこう。本当にそんなことできるの？百聞は一見にしかず、やな、ここにダイヤモンドが欲しいと入力するやろ。そしたら、実際にダイヤモンドが手に入んねん。確かに、インベントリ内にもダイヤモンドが入ってるな。同じように、エメラルドが欲しいと入力すると、ちゃんとギブコマンドのが実行されて、エメラルドが手に入んねん。コマンドの実行結果も OK。すごいね。どうやってるんだろう？構文解析？その辺の事情は後で話すわ。実は、ギブコマンド以外も使うことができて、例えば、ここに、ゾンビを倒したいと入力すると、ゾンビが倒されて腐肉が落ちてる。同じように、アイテムを消去したいと入力すると、綺麗になくなった。コマンド自体の実行結果も OK。こんな感じで、発言に応じて意図を汲み取ったコマンドを実行できんねん。最後に、ここにいる村人に、毒の効果をつけてみよう。そんなこともできるの？それができんねん。とりあえず、村人を毒にしたいと入力。すると、実際にコマンドが実行されて、村人が毒になってることがわかるな。いろいろできるんだね。次は、このやり方について話すわ。おそらく、方法はいくつかあるんやけど、まずパッと思いつくのが、葵もさっき言ってた構文解析的なやり方。要は、日本語の文章を解析して、欲しいという単語があったら、機械的にギブコマンドに変換するっていう感じやな。それが自然に見えるけど。だけど、欲しいじゃなくて入手したいとか得たいとか別の語句だった時には、この方法は使えへん。そうじゃなくても、例えば、頭が赤い魚を食べる猫っていう文章があったとするやん。有名な文章だね。たったこれだけ文章なのに、いくつかの解釈ができんねん。日本語って難しい。で、それを踏まえると、統計学的手法、とりわけニューラルネットワークを用いた方法が取り得るわけやな。今回は、チャット GPT の力を借りて、これを実装してみよう。そういえば、この前、チャット GPT をマインクラフト内で呼び出す方法について解説してたよね。せやな、あそこで使ったスクリプトをちょっと変えて、自然言語でコマンドを実行できるようにしてみよう。基本的に、この前のスクリプトのうち、大きく変えるのは、システムに与えるメッセージ部分かな。これをコマンド生成に特化させなきゃいけないのか。とはいえ、それを長々と書くのは無理があるので、ここでは、引数として、システムにメッセージを送るに留めておこう。そういうのは、別のファイルにまとめておくといいのかな。せやな、それを踏まえて、まずは FS モジュールを持ってこよう。require 関数で定数 FS を定義。続いて、ファイル名を引数として、その中身を取り出す関数を作っていこう。関数名は、read ファイルコンテント、引数名はファイルパス。定数データを宣言して、ここに非同期実行であることを考慮しながら、ファイルの中身を格納しよう。最後に、トストリング関数で、これをストリング型にしたら、それをリターン。一応、トライ、キャッチ文で予期せぬエラーにも対応しておこう。それが完了したら、AI を呼び出す前に、read ファイルコンテン関数を呼び出し、とりあえず、ファイル名をシステム txt として、その内容を取得して引数に代入しよう。これで AI にそのメッセージが送れるのね。せやで、最後に送られてきたコマンドをそのままコマンドラインに入れてコマンドを実行。send関数でマイクラに送信するのも忘れずに。最後に AI に送信するメッセージを定義して、これをシステム txt としよう。なんか、思ったより長いね。
まあ、どうしても AI にマイクラのコマンドについて教えなあかんからしゃあなしやな。最初に役割と制約を与えて、次にマイクラの主要なコマンドの例を教えてる感じ。確かにラッとコマンドが並んでるね。チャット GPT の API がノーレッジに対応していたら楽なんやけどな。最後に各種ターゲットセレクターについての基本的な知識を与えて終了。さて、実際にこの Web ソケットサーバーと接続してみよう。やり方は前回と同じ。続いて、ダイヤが欲しいと、こちらの意思を伝えると。コマンドが実行されてる。こんな感じで、日本語のメッセージからコマンドが実行されてることがわかるな。ちょっと変わったメッセージも試してみよう。ビレージャーを上空に移動させたいと入力すると。すごい。いろいろできるんだね。でも、これが実用化したら、世の中のコマンド解説者の立つ瀬がなくなると思うんだけど。まあ、まだ大丈夫なんとちゃう。多分、エグゼキュートとかスコーボールドとかはまだ無理やろ。教えるだけでは。こんな感じで、外部ライブラリ使えば、チャット欄の検知から、日本語でのコマンド実行も可能になんねん。外部ライブラリつながりで、もう一つ面白い方法があるから紹介するわ。ちょっと、この画面見てほしいんやけど。なんか左上に表示されてるね。破壊したブロック。せやで、こんな感じで破壊したブロックとプレイヤーを表示したり、チャット欄を監視して、特定の語句があったら何かを実行する。カスタムコマンドみたいなことをやりたくなること、あらへん。イベントをトリガーして何かを実行するやつね。それってコマンドでできないの？マインクラフトのコマンドシステムって、プログラミングとちゃうから、条件分岐とか制御構文は苦手やねん。じゃあ、カスタムコマンドとかブロックの破壊をトリガーするのは無理なのか。あれはスクリプト API。こういう時こそ、出番でしょ。確かに、これは、JavaScript というプログラミング的アプローチを取るから、そういうのも可能ではあるんやけど。ちょっと複雑なこと。例えば、外部の API とかライブラリを用いた発展的なことをやろうとすると案外力不足なんよ。で、今回の動画はタイトルにもある通り、スクリプト API とは別の方法でイベントのトリガーと実行をやってみようって話。結論を言うと、鍵を握るのがデッドロックパイ。何それ？アップルパイの仲間？食べ物の話してどうすんねん。これは Python 中プログラミング言語のライブラリの一つで、簡単に言えば Python を用いてゲームに干渉し、いろんなイベントをトリガーすることが可能になんねん。Python でゲームを動かせるの？そういうことになるな。冒頭の映像も、実は Python でコマンドを実行して作ってんねん。スクリプト API じゃないんだ。でもさ、Python でゲームを動かして何が楽しいの？一番大きいのは、外部のライブラリを使える点やろうな。例えば、チャット GPT の API を使うことで、マイクラ内で AI と会話できるシステムを Python で構築したり、ファイルの読み書きも可能になるから、データの保存とか、あるいはデータベースを参照して、ワールドに変化を加えることもできるかも。面白そう。スクリプト API じゃできないところだね。百聞は一見にしかずということで、まずは簡単なスクリプトを書いてみよう。で、まず必要になるのが Python の開発環境。このチャンネルで Python 触るの初めてかな？せやな、まだインストールしてへん人は、まずはこのページからインストールしよう。Python は今流行りの言語やし、何かとあると便利かも。で、あともう一つは、このライブラリそのもの。Python が使える環境では PIP も使えると思うから、ターミナルで、このコマンドを実行してインストールしよう。そしたら、適当な場所を開いて、Python のファイルを新規作成。適当な名前 py という名前であれば OK。そしたら、これを
ブスコーズのようなテキストエディタで開いて、最小構成となるスクリプトを書こう。まずは先ほどインストールしたライブラリから必要なモジュールをイムポールと、続いてサーバーオブジェクトを作成して、それを変数 app に格納。最後に app スタートでサーバーを起動。今回は公式リファレンスに沿ってポート番号を6464としてみよう。スクリプト全文はこんな感じ。概要欄にあるサイトからコピペできるで。これで終わり？何か特別なことをしているようには見えないけど。スクリプトの最小構成としては、そう。まずはちゃんと動くか見てみよう。ターミナルを開いて、このコマンドを実行するか。ブスコーズ右上の矢印マークを押せば OK。ターミナルの方には何も表示されてへんとは思うけど。マインクラフトのゲーム内で、こんな感じのコネクトコマンドを実行して、サーバーへの接続を確立しましたと表示されれば成功。それがわかれば、一旦、実行中のターミナルを中止して、次にイベントをトリガーするスクリプトを書いてみよう。どんなスクリプトを書くの？まずは、さっき見せたように、簡単に、ブロックの破壊をトリガーして、メッセージとしてそれを送信する例。非同期で実行する関数ブロックブロークンを定義して、引数を CTX としよう。続いてブロックを破壊したプレイヤー名を取得して、それを変数に格納。プレイヤー名は、こんな感じで取得できるで。なんでそんなのわかるの？この事情は後で話すわ。同じように、破壊されたブロックも取得して変数に格納。今回は CTXID。次に、これらの変数を元に出力する機構を作っていこう。CTX サーバー、LAN で任意のコマンドを実行できて、この引数に、正コマンドを指定する感じでええかな。あ、F 文字列だ。Python らしいよな。そしたら、これを保存して、同じように実行しよう。接続が切断されているので、再度コネクトコマンドを実行するのも忘れずに。これでブロックを壊すとメッセージが送信されてるのがわかるやろ？ほんとだ。正コマンドが実行されてるのかな？こんな感じで Python を使ってゲームに干渉できてることがわかるな。同じようにプレイヤーのメッセージを監視して、それに応じて何らかの処理を行う関数も書いてみよう。非同期で実行する関数、プレイヤーメッセージを定義して、引数を CTX に設定。さっきも使った CTX サーバー、LAN で、ダイヤモンドを一つ与えるコマンドを実行してみよう。ここでメッセージを送信すると、あ、ダイヤモンドが増えてる。これは、メッセージの文言によらず、メッセージの送信をトリガーしたら、必ず、特定の処理を行う例やな。これを応用してカスタムコマンドを作りたいね。やってみよっか。さっきの関数に戻って、まずは送信されたメッセージ自体を取得して変数に格納しておこう。これは CTX メッセージなんだ。そして、if 文を用いてもし、このメッセージがハテナで始まるなら、このコマンドを実行するよう定義すると、例えば、ハテナテストというメッセージだとコマンドは実行されるし、テストだと実行されへん。メッセージに応じて処理を変えることもできるんだね。で、この if 文の中身を変えて、メッセージがハテナイヤモンドであるかどうかを判定するようにすると、完全一致で、ハテナイヤモンドというメッセージでないとダイヤモンドはもらえへん。これが事実上のカスタムコマンドとして動作するんだね。せやな。他にもこんなのをトリガーできるよ、という例として、アイテムを右クリックして使用したことを検知してみよう。スクリプト API で簡単にできるよ。Python でやるからええんよ。ここでは、非同期関数、アイテムユースドを定義しよう。で、ここでアイテムを使用したプレイヤーとか、使用したアイテム名を取得したいなって思うやん。もちろん。どうするの？それがわからへんのよ。ダメじゃん。で、そんな時にどうすればええのかって話。まずは、プリント CTX データと書いてみよう。
データを出力するのかな。そういうこと。で、ゲーム内で何でもいいから使えるものを手に取って、右クリックして使った後にターミナルを見ると、なんか色々表示されてるね。ここに表示されてるオブジェクトを元にこれを解析すればことがわかるな。ということで、改めてスクリプトを書き直そう。使用したアイテムは、さっきのデータのアイテムと U キーの ID に保存されていることがわかるから、このようにして取得。同じように、プレイヤー名も取得して変数に代入しよう。これはさっきと同じだね。このプリントはいらんから削除して、代わりに、これらの変数からコマンドを実行するスクリプトを書いてみよう。この状態で雲の目を使うと、左上にメッセージが出てきたね。カスタムアイテムのチョコミントアイスも、こっちも表示されてる。名前空間はない感じかな。確か、データにネームスペースが含まれてたと思うから、そこから抽出することで名前空間も表示できそうやな。で、最後に何がトリガーできるの？という問題。これに関しては、ベッドロックパイの公式リファレンスにほとんど書いてて、他にも、ブロックの設置とか、ワールドへの参加とかトリガーできるみたいやで。割とできること多そう。これと外部のライブラリを組み合わせたら、だいぶ自由度が広がると思うわ。ウプ主も、これを使ったプロジェクトを2つほど計画中だったり。ということで、Python を使ってマイクラを操作できるベッドロックパイの紹介でした。スクリプト API と使い分けつつって感じかな。それもかもな。ただ、これ自体はアドオンじゃない点には注意。結構楽しいので、みんなも触ってみてね。でもさ、ここで定義した疑似カスタムコマンドって、普通にスクリプト API で定義するのとどう違うの？これについては、さっきも軽く触れたけど、大元が Python なんよ。だから、本来スクリプト API ではできひんかったこと、例えば、AI の導入とかディスク ORD、X の API と組み合わせて何かやるみたいな、より複雑で外部のライブラリを呼び出すようなカスタムコマンドを定義できるっていうのは強みかもしれへんな。それは、だいぶ自由度が高いね。という感じで、カスタムコマンドの概要についてこんなところかな。ここで話したことはあくまで基礎で、これを使って色々試してみることで、オリジナルのアドオンだったりソフトだったりができると思うわ。こうしてみると、コマンドって奥が深いんだね。普通に色々コマンドを実行して遊ぶのも楽しいけど、自分でコマンドを作るという分野も結構興味深いものがある。みんなもオリジナルのコマンドを定義して遊んでみてね。ということで、今回の動画はこれでおしまい。ここまでのご視聴、お疲れ様です。質問や雑談のためのディスク ORD チャンネルもあるので、ぜひ覗いてみてください。それじゃあ、バイバイ。